はい、皆さんこんにちは。この VZ シャシ足回りをカスタムしました。この足回りめちゃくちゃ重要なんで、ミニ四駆を始めたばっかりの方、ビギナーさん参考にしていただけたらありがたいなと思います。それでなんで足回り重要なのかというと、このタイヤが左右にブレてしまったり、縦にブレてしまうと、モーターから出たパワーがうまく地面に伝わらなくてロスしてしまいます。それ以外にもタイヤが横にブレていると、こうまっすぐ走んないで、極端に言うとこういう風にね、蛇行しながら走ってしまいます。そうするとまっすぐ走るよりも距離は長くなりますし、曲がることによってタイヤの摩擦が発生してしまうのでスピードが出にくくなる。さらに最近のミニ四駆のコース、立体コースにおいてはジャンプセクションがあるので、こうやってね、ジャンプセクション前に横になってこういう風にね、飛んでしまったりとか、挙動が乱れやすくなります。そして縦にね、タイヤがブレていると、これもね、極端に言うと、こういう風にね、バウンドして走っている状態なので、マシンが少し浮いている状態だと、タイヤが地面を蹴らなくて、その分ロスしてしまいます。そういったことがあるので、この足回りってね、めちゃくちゃ重要なんですよ。マシンがね、速くなるというわけでは実際ないんですが、遅くならないためのカスタム、めちゃくちゃ重要です。この足回りで重要なのがシャフト、ホイール、タイヤなんですが、一気にね、ご紹介するとめちゃくちゃね、長くなってしまうので、だいたい3回に分けてご紹介していきたいと思います。シャフト編、ホイール編、タイヤ編、そんな感じですね。それで今回はシャフト編。このシャフトっていうのは、ホイールとホイールをつないでいる、こういった六角形の棒ですね。こちらの選別、これをご紹介していきたいと思います。シャフトの選別は曲がりのないものを選ぶということになります。シャフトが曲がっているとタイヤ自体もブレてしまいますし、この後ね、カスタムしていくところにも影響が出てくるので、一番最初にシャフトの曲がりっていうのをチェックしていきます。こちら 72mm のノーマルシャフト2つご用意しました。片方が曲がっていて、片方が曲がりの少ないもの、もう選別済みのシャフトですね。こんな感じでね、一応分かりやすく曲がっているやつにはタミ手を貼ってあります。パッと見ね、もう分かんなくなっちゃうんですよね、混ざると。それで選別方法は、僕がね、やっているのが主に2パターンありますので、その2つをご紹介していきたいと思います。1つ目がこういったセッティングボードみたいな平らな板の上に置いてチェックする方法になります。平らな板だったら何でもよくて、セッティングボードはね、わりかしちょっとお高めなので、こういった100均で売っているスタンプを押す時の台、これがね、こんなに分厚いアクリルの板で平らなんですよね。この大きなタイプはね、200円なんですが、半分ぐらいのちっちゃいやつは100円で売っていました。こういったものを使ってシャフトを置いて、一つ一つ面を合わせて曲がりがないか目視で確認していきます。こんな感じで反対側をね、指で押さえて反対側を浮いていないか見るのが分かりやすいですね。これもね、ちょっと言うたらね、浮いているような感じがするんですが、これぐらいだったらね、全然問題ないですね。一個一個面を見ていきます。実際に曲がりがあるシャフトで見てみると、こんな感じですね。ここはわりかしね、ぴったりついているんですが、こんな感じで片側が浮きます。叩いてみるとね、わかりやすくて、カチカチとね、音が鳴るのでわかりやすいと思います。これが一つ目の選別方法。一個一個ね、そしてね、6面、1面1面見ていくので、時間はかかるんですが、結構正確に選別の方はできます。そしてもう一つがジグを使ってチェックする方法。こちらはポテンシャルレーシングさんの Phi1.99 のシャフトチェッカーになります。これだとめちゃくちゃね、簡単です。通して落ちれば曲がりがないもの、途中で止まってしまうものは曲がりがあるもの、こんな感じでね、チェックするので、たくさんね、
選別をする場合はもうこのシャフトチェッカーの方が楽です。このシャフトチェッカーでチェックをしてなんか微妙なのがあるんですよね。通るっちゃ通るんだけど引っかかるっちゃ引っかかるなみたいな、そんな感じのねシャフトがねあったりするので、そういったものがあった時は先ほどのこの平らな板に置いて目視で今度見ていきます。もう全くね通らないっていうのはこの時点で弾いて使う、そんな感じで僕は使い分けています。2つのシャフトを選別する方法をご紹介させていただきました。どちらもねしっかり選別の方ができますので、お好きな方でいいかなと思います。ビギナーさんね、いきなしねジグ買うの悩んでしまいますよね。僕はねシャフトをね選別する本数が一気にやるので多いから、このシャフトチェッカーを使うことが多いです。もうね入れて通れば OK、 通らなかったらダメっていう感じで、ね、すぐね分けていけるので時間短縮にね使っています。僕はねわりかしノーマルシャフトを使うことが多いんですよね。シャフトの中でも径が少し太いっていうのと、重いんですが丈夫、そしてわりかし曲がりが少ないのが多いというのが理由だったんですが、最近ね AO パーツの 72mm のノーマルシャフトすんげー曲がってるんですよ。ちょっと前まで10本あったら8本ぐらいはねこのシャフトチェッカーで OK だったんですが、最近ね1本取れるか取れないかぐらいなんで悩んでいるんですよね、シャフト。もう一つ曲がりが少ないシャフトは中空ステンレスシャフト。あれもねいいんですが、中がね中空なんでこうぶつかった時にねシャフト自体がね曲がりやすいというのがあってね、悩みどころなんですよね。精度を取るか強度を取るか、今そんな感じでちょっとね悩んでいるんですが、基本的にはノーマルシャフトを使うことが多いです。強化タイプのやつはすごいね曲がっていることが多いので、ほとんど使うことがなくなりました。今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。この VZ シャーシはシャフトの方はね 60mm のノーマルシャフトを使いました。最初はこの 72mm を使おうかなと思ったんですが、ホイール貫通してシャフトがねわりかし面ぐらいまで両サイド来たので 60mm でもいけるんじゃないのかなと思って、一旦 60mm で使っていきたいと思います。これがホイールがねすぐ抜けてしまったりとか、何かしらね不具合があったらこの 72mm を搭載して飛び出しているシャフトはゴム管かなんかで保護して使っていきたいと思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もしていただけたらありがたいなと思います。